こんにちは、つんです。こそりのノンフライヤーを使い始めてから早いもので2年以上が経ちました。以前の動画でご紹介した通り、スーパーのしなしなな天ぷらがサックサクに仕上がるし、冷凍の揚げ物や唐揚げなどが少しの油で揚げたみたいにできるし、油の節約にもなるし、ほったらかしで調理できるってこともあって、我が家では近年買ってよかった家電のナンバーワンです。すっかり手放せなくなったわけですが、前回の動画のコメントでは2リットルか4リットルかサイズ選びに悩んでいるとか、家族は2人以上だけど小さいサイズしか置けないといった声も割と多くいただきました。はい、でそんな方に朗報です。ラッセルホブスからコンパクトな3リットルタイプが新登場。これならうちにも置けると分かって早速購入しました。余談ですが、ラッセルホブスといえば電動ケトルや電動ミルで有名ですよね。我が家も電動ミルはラッセルホブスを愛用しています。思えばこの電動ミルもずっと欲しかったんですが、サイズが大きくて諦めていたところにこのミニサイズが登場して速攻ポチったんでした。そしてノンフライヤーも案件でいただいたこすりの 4.7 リットルは残念ながら我が家のキッチンには置けるスペースがなくて、泣く泣く手放して2リットルを買い直したわけですが、一度にたくさん調理できないっていうところだけが唯一の難点でした。ラッセルホブスのエアフライオーブンのサイズは横21センチ、奥行き37センチ、高さが29センチ。こすりの2リットルのタイプと横幅はほぼ一緒です。バスケットを比べるとこんな感じ。1リットルの差は結構大きいですよね。その分奥行きは大きいんですけど、我が家のキッチンに置いてみたところ、奥行きはアラジンのトースターとほぼ一緒でした。これなら無理なく置ける方も多いんじゃないかなと思います。見た目もシルバーでスタイリッシュなところはさすがラッセルホブスって感じですね。ちなみに設置場所の注意点は、前面と左右側面のどちらか一方を開放することと、木製の壁や家具など可燃物からは20センチ以上離してくださいと書いてありました。プレートとバスケットは食洗機 OK。どちらもコーティング加工が施されているので、食材がくっついて剥がれないっていうこともありません。あと 100% バージンパルプでできた専用のペーパーライナーも入っていました。当然ですけどバスケットの形にぴったりなので、一般的なオープンシートを使うよりも楽に敷けますよね。ペーパーライナーは別途購入が可能です。蒸し器やオーブンでも使えるそうです。はい、そしてこちらが付属のレシピブック。ノンフライ調理はもちろん、チキンのグリルとか焼き魚、ケーキやドーナツ、セミドライトマトもできるそうです。丸鶏も 900g 程度のサイズだったら入るみたいですね。あとバスケットが長方形なのでトウモロコシも丸ごといけます。これはトウモロコシ大好きな民としては夏が楽しみです。で、タッチパネルにはエアフライの他にベイク、ロースト、グリル、リヒート、全部で5つのモードがそれぞれ最適な温度と時間でプリセットされていました。モードとスタートボタンを押すだけでも調理ができるし、食材や量に合わせて細かく調整することもできます。それぞれのモードの詳細はこの上にシールで貼ってあります。このシールは綺麗に剥がせるようになっているんですけど、私は使い慣れるまでは貼っておくことにしました。はい、ではここからは実際に使いながらレビューしていこうと思います。まずは何といっても王道の唐揚げから。下味を揉み込んだ鶏肉に片栗粉をまぶして、余分な粉を落としながらバスケットに並べていきます。レシピブックには予熱のことが書いていなかったので、私この時予熱していなかったんですけど、取説にはリヒート、つまり温め直し以外は200度で3分から5分予熱してくださいと書いてありました。はい、こんな感じで2リットルを使っていた時は2回に分けていた量が一度に全部入りました。
皮付きと皮なし両方で試してみます。軽くオイルをスプレーしてバスケットをセット。エアフライモード200度20分で焼いてみました。で、20分後、バスケットを開けてみると、どうですか？ちゃんとした唐揚げができてますよね。皮付きの方は揚げた唐揚げと遜色がないビジュアルです。皮なしの方は皮の脂がない分あっさりしているんですけど、外側はカリカリに焼き上がっていました。うちで作る唐揚げはここ数年もうずっとノンフライなんですけど、今回の仕上がりはかなり満足度が高かったです。ネギだれの味変もいけました。はい、お次はレシピブックのローストチキンを作ってみます。作るといっても基本的にはバスケットに入れてボタンを押すだけなんですけどね。はい、輪切りにしたズッキーニと一口サイズにカットしたパプリカを敷き詰めて、軽く塩を振って塩コショウした鶏もも肉を上に乗せます。今回も皮付きと皮なし1枚ずつにしました。鶏もも肉2枚がぴったり入るサイズ感です。で、オリーブオイルを適量塗ります。レシピブックにはローズマリーを乗せて焼くと書いてあったんですけど、用意していなかったので今回は割愛しました。はい。で、ローストモード180度で25分焼きます。はい。出来上がりはこんな感じ。すごくいい色に焼き上がりました。やっぱり皮ありの方が見た目からして美味しそうですね。で、皮ありの方は夫が食べたんですけど、皮もパリッとしていたそうです。で、皮なしの方も十分美味しかったんですが、ちょっと焼きすぎたのか食感は固めでした。温度と焼き時間はあくまで目安なので、これから使いながら少しずつ調整してベストを探してみようと思います。はい、お次はささみのチーズフライを作ります。作り方は至って普通で、叩いて平たくしたささみにチーズを挟んで、バッター液にくぐらせてからパン粉をまぶしました。ちなみに今回のバッター液は小麦粉と水と少量の油。卵は微妙に余りそうだったので今回は使いませんでした。で、オイルを少々スプレーして、まずは190度で15分。で、15分経った焼き具合はこんな感じです。で、裏返してオイルをスプレーしてさらに5分焼きました。はい、そして5分後。こんな感じに焼き上がりました。パン粉はザクザク、中は熱々です。ソースをかけていただきます。ほぼ油を使っていないので、中年でも胃もたれせずいくらでも食べれそうです。当然油で揚げた味とは違うんですけど、ノンフライヤーだとオーブンやトースターで焼くよりは断然揚げ物っぽく仕上がりますね。もっと揚げ物っぽくしたい場合は油の量を増やせばより近づくんじゃないかなと思います。はい、お次は揚げ出し豆腐。水気を切った木綿豆腐に片栗粉をまぶしてバスケットに入れてオイルをスプレー。200度で片面7分ぐらいずつ焼きました。焼き色はお好みで、色が薄くてもカリッとしています。片栗粉で少しとろみをつけためんつゆをかけて、大根おろしと長ネギを乗せたら完成。揚げ出し豆腐は今回初めて作ったんですけど、油で揚げる手間がないと本当に簡単に作れますね。外はカリッと、とろっとしたタレによく絡んで夫にも好評でした。私はこれぐらいあっさりしたのが好きだけど、これも油の量を調整すればこってりも作れるんじゃないかと思います。はい、お次は冷凍春巻き。今回3本しか残ってなかったんですけど、せっかくなのでこそりと比べてみることにしました。どちらも190度で15分ぐらい。
途中でひっくり返して焼きました。はい、そしてこちらがラッセルホブス。そして右側がこそりで焼いた冷凍春巻きです。若干こそりの方が焼き目が濃く仕上がりました。で、食べ比べてみたところ、結論から言うと大きな差はなくて、どちらも美味しかったです。強いて言えばこそりはパリッと、ラッセルホブスはカリッとした食感のような気もしました。とはいえ同時に食べ比べてみないとわからないぐらい微妙な差かなと思います。今回は焼いた本数も違うし、油の量も適当ということで、あくまで参考程度にしていただければと思います。今まで余裕がない我が家のキッチンにおける3リットルタイプっていうのは見たことがなかったので、一度に2人分のメインが作れるのは嬉しいです。まだ使い始めたばかりなので、これからまたいろんなレシピにトライしてみようと思います。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたら、いいねやチャンネル登録、ハイプをいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。